今回は F1 ドライバーのペリー・マッカーシーを紹介したいと思います。彼は1992年アンドレア・モーダで予選落ちを繰り返して非常に苦労しました。彼は非常にレース人生苦労したわけですけども、実はマッカーシーとデーモン・ヒルが逆の立場になっていた可能性もありました。もしそうなっていたら初代スティックはデーモン・ヒルということになりますが、その辺も含めてマッカーシーさんのことを紹介したいと思います。まず彼の F1 に来るまでの数年間のレースキャリアを紹介したいと思います。ペリー・マッカーシー、88年、89年、国際 F3000 でレギュラーシートを得られず、89年イギリス F3000 最終戦にスポット参戦2位となる。90年、91年イムサ GTP に参戦。91年フットワーク F1 の FA12C をテストドライブ。エンジンをポルシェから DFR に変更した初期テスト。マッカーシーさんは非常に苦労人で、フォーミュラカーのシートを得ることにいつも苦労してました。88年、89年は国際 F3000 でレギュラーシートを得ることができず、で、89年はイギリスの F3000 の最終戦にスポット参戦しました。そして2位になりました。なので、このスポット参戦もいきなり乗った車で2位になってるわけですから、速いドライバーだなっていうことはわかります。フォーミュラーカーのシートが得られず、90年と91年はアメリカのイムサ GTP に出ていたようです。これはアメリカのグループ C カーみたいなレースですよね。その時に91年、フットワーク F1 の FA12C のテストドライブをするチャンスがありました。これはポルシェエンジンをやめて DFR に積み替えた初期のテスト走行らしいです。で、その時のことをマッカーシーさんはとても詳細に語ってくれてます。テストが始まる前も、そして終わった後も、僕にとっては全てが美しく鮮やかに見えた一日だった。とうとう F1 マシンをドライブできるんだって気持ちでウキウキしていた。マッカーシーさんは F1 に乗れるということで、とにかく嬉しかったんですね。ポルシェエンジンを下ろして DFR を積んだ変な車ということは関係なくて、とにかく F1 にたどり着いたという気持ちだったんでしょう。シルバーストーンに到着すると、フットワークのトランスポーターがパドックにずらりと並んで止められていた。最初に思ったのは全てが僕のために用意されたんだということだった。フットワークのトランスポーターが並んでバッチリ準備してたわけですね。これテストドライブといってもエンジンを積み替えてきちんと車が走らせられるようにする意味のあるテストだったみたいで、試しにただ乗ってくれってことじゃなくて走らせてちゃんと車のセッティングをする意味を持った走行だったようです。なので当然スタッフも機材もきちんと全部揃っていたんでしょうね。イムサで乗っていたスパイスと比較するとフットワークのマシンはどうでしたか？当たり前だけど F1 マシンの方がずっと速く感じた。ようやく自分がいるべき場所にやってこれた気がしてね。イムサで乗っていた車もまあまあ速いと思うんですけども、でもやっぱり F1 の方が断然速いんですね。やっぱりフォーミュラーカーの頂点である F1 っていうのは別格なんですね。もう何年も F1 に乗ってきたような感触だった。ハンドリングも素晴らしかったな。思った通りにマシンを操縦できた。シフトアップするたびに DFR が耳をつんざくような叫び声を上げたんだ。最高の気分だったよ。初めての F1 マシンのドライブがとても嬉しかったというのが伝わってくるんですけども、このフットワークのマシンに対してもすごくいいインプレッションをしてますよね。ハンドリングも素晴らしかった。思い通りに操縦できた。ポルシェエンジンを下ろしてDFR が積めるように無理やり作ったような車なのでアンバランスで変なハンドリングな気がするんですけど、マッカーシーさんはそうは言ってないですね。パワーのなさそうな DFR のエンジンですけども、このエンジンのフィーリングでさえも良かったように聞こえますよね。何しろ最高の気分だったと言ってます。このテスト走行の時に実際マッカーシーさんタイムは良かったようです。それで結構評価が高くて翌年のアンドレア・モーダにつながったようですけども、アンドレア・モーダではひどい目に遭いました。92年アンドレア・モーダからデビューするも前線予備予選落ちで終了した。しかし彼はデイモン・ヒルのように活躍していた可能性があった。アンドレア・モーダがどんだけひどいかっていうのを他の方が動画でたくさん作ってるので、そちらを見ていただくとして、何しろ予備予選ともに通ることができなくて、
マッカーシーさんは決勝に一度も進むことができませんでした。なので F1 のレースに出走したことはないんですね。予選だけ参加したというキャリアになってしまった。F1 にたどり着くまでにすごい苦労した上に F1 にたどり着いても苦労して終わってしまった。だけどマッカーシーさんはデーモンヒルと逆の立場だった可能性もあります。それはなぜかというと、90年国際 F3000 のフットワークチームドライバー候補になるがヒルが選ばれた。91年オフ、ウィリアムズのテストドライバー候補になるもヒルが選ばれた。マッカーシーさんとヒルは1歳違いです。で、2人ともイギリス人です。なので2人とも非常に近い存在なので、レースキャリアもかなり似ているところがあるわけですが、2回もヒルに弾き出されちゃったんですね。まず最初が国際 F3000 のフットワークチーム。候補に上がったんだけど、デーモンヒルが選ばれたと。で、ウィリアムズのテストドライバー候補の時もヒルが選ばれたと。マッカーシーさんもウィリアムズの候補に入ってたんですね。でも先ほども言いましたけど、国際 F3000 に選ばれなかった時も、ヒルもマッカーシーも別にタイムは同じぐらいだったそうです。マッカーシーさんが遅かったというわけではないそうです。こんな感じで彼らはかなり近いレースキャリアを歩んでますので、もしここで選ばれてるのがヒルじゃなくて両方ともマッカーシーさんだったら、マッカーシーさんが大スターになってデーモンヒルが全く F1 で活躍できなかったなんて可能性もあったわけです。で、アンドレア・モーダで全然ダメだったマッカーシーさんは、その翌年93年、ベネトン・ウィリアムズを単発的にテストドライブするも、シートは得られず、ルマン等に参戦後、トップギアの初代スティックとなる。ヒルがスティックになる未来もあり得た。93年に単発的なテストドライブとはいえ、ベネトンにも呼ばれて、ウィリアムズにも呼ばれたんですね。この写真はベネトンの時のですね。これ当然アクティブサスペンションの車ですよね。この時期にベネトンとウィリアムズの両方のアクティブカーを乗ってるって非常に貴重なんで、そのインプレッションをぜひ聞きたいんですけども、でも何しろこうやってトップチームがテストドライブさせるぐらいですから、ドライバーとしての腕は悪くないって関係者は分かってたわけですよね。なのでウィリアムズにマッカーシーさんが選ばれなくてヒルが選ばれたっていうのは、ちょっとした運があればマッカーシーさんがやっぱり選ばれていた可能性もあるのかなと改めて思います。ルマン等に参戦して本格的なレースキャリアを終わった後にトップギアの初代スティックとなりました。このトップギアのスティックっていうのも腕が良くないと務まんないですよね。トップギアってスーパーカーを運転しなくちゃいけなかったり、なんかボロボロの普通の乗用車を運転させられたりとか、いろんなもんに乗せられますよね。だけど番組の看板ドライバーとして速いタイム出さなくちゃいけないので結構難しい仕事だと思うんで、それを務めたんですからドライバーの腕としては相当すごいっていうことだと思います。もしかしたらマッカーシーさんがワールドチャンピオン争いをしてヒルが初代スティックになっていたって可能性もあるのかなと思います。マッカーシーさんというと92年のひどい時代の話題ばかりが目立ってるんですけども、 F1 関係者からはその腕というのはちゃんと評価されてたっていうのは間違いないと思うし、番組の企画とはいえ初代スティックに選ばれたのも腕があってのことなので、本当にもっと活躍してもよかったドライバーだなと思います。デーモンヒルも非常に苦労人だし私は大好きなドライバーですけど、苦労人のヒルを超えるさらに苦労人がマッカーシーさんかなと思います。なのでマッカーシーさんがワールドチャンピオンになってデーモンヒルがスティックを務めるというそんな未来も見てみたかった気もします。はい、今回の動画はここまでです。マッカーシーさんのことをちょっと調べて詳しく知ることができたので、ぜひ皆さんにも知ってもらいたいと思って作りました。はい、いかがだったでしょうか。高評価、コメントよろしくお願いします。いつもコメントくれる方ありがとうございます。いつも高評価忘れずに押してくれる皆さん本当にありがとうございます。皆さんの高評価、コメントによって私の動画が他の方におすすめ表示されたり YouTube から評価をされることになりますので、とっても大事ですのでぜひよろしくお願いします。チャンネル登録もされてない方いらっしゃいましたらぜひよろしくお願いします。また次回も頑張りますので、はい、よろしくお願いします。